はい、こんにちは。今日はね、コンデンサーやっていきたいと思います。バージョン 1.11 で実装された資材なんだけど、まずは入手するところから始めましょうかね。ということで、行ってみましょう。説明を読んだ感じ、放電速度が非常に速いバッテリー、自爆ドローンからドロップって書いてあるので、ドロップは 1.10 で実装されたトランジスタやトリガースイッチと同じですね。なのでこの前と同じくドローンを設計図機能で海に叩き込んでるんだけど、全然出ないな。合ってる？あ、待てよ。やっぱしバージョン 1.10 のまんまですね。はい、手動でアップデートしてきました。これね、うちの環境が悪いみたいなんだけど、去年くらいに何かが調子悪くって Steam を再インストールした後、自動でアップデートが入らなくなったんだよね。とにかく、はい、コンデンサーをゲットできました。で、実はここにすでにいくつかゲットしてるんだけど、さっきアップデートした時に OBS で録画できないまま進めちゃってて、その間にこんだけ集めちゃってたんだよね。とりあえずこれを持って帰って、はい、とにかく試しに動かしてみましょうか。放電速度が非常に速いって話なので、モーターが高速回転したりするのかな。試しにやってみると、一瞬過ぎてよくわかんなかったな。使い切ったコンデンサは充電し直せばまた使えるので、これでもっぺん。やっぱわかんないな。よし、こいつを生かすには別のものが良さそうなので、少し場所を移します。っていうのもね、この放電速度が速いってのは出力が高いってことなので、重機に向いてますね。どういうことかというと、それを説明するためにも、まずは銃の仕組みを作っていきます。爆薬としては、選択肢としては火薬かニトロセルロースがあるんだけど、飛距離が長いニトロセルロースを使うのがトレンドですね。これを小さく切ったものとタングステンを小さく切ったものを用意して、お気に入りの武器が壊れちゃったんだけど、とにかく小さいタングステンさえあればいいので、これで進めていきます。で、タングステンは電気を通すと発熱するのと、ニトロセルロースは加熱すると爆発するので、それをこんな感じでくっつけて、これに電気を通します。するとタングステンの温度が上がってはいってるんだけど、これ実は悪い例をやってます。っていうのも、電池一つだとタングステンに供給される電力が足りなくって、これだけ時間をかけても爆発しないんだよね。っていうか、ニトロセルロースが起爆するのが170度なので、1本だと無理かもしんない。まあこれは電
力の供給量の話なので、電池を追加すれば起爆はします。で、今度はコンデンサーを使った場合、さっきモーターを使った感じだと一瞬でものすごい電力が伝わったっぽいので、電池を使った時とは桁違いというか、一瞬で爆発しましたね。今までの重機の常識だと、このスピードで起爆させるにはもっといろんな工夫が必要だったんだけど、それが一気に解消するような感じです。よし、仕組みは分かったので、このまま実用できるような銃を作っていきましょう。まずは通電を制御するためのトリガースイッチ。こいつはトリガー操作をした時だけ通電させることができるので、よし。爆発した時に反動で本体も吹っ飛んでるんだけど、これは持ち方をしっかりすればなんとかなるかな。仕組み自体は実質これでほぼ完成してるんだけど、トリガーを持ちやすい位置に調整してるのと、今の作りだと弾を一発撃つだけでバッテリー切れを起こすので、充電用のコンデンサーもつけとこうかな。あとは弾。今まではタングステンが貴重だったこともあって鉄で作ることが多かったんだけど、今回はタングステンで作ります。最近交渉からいっぱいゲットできて在庫に余裕があるんでね。よし、これで大丈夫なはずなんだけど、ちゃんと動きますね。重心が吹っ飛んじゃうのは体にうまく押さえつければ大丈夫じゃないかな。ここは操作で解決できそうな気がするので、ちょっと実践をしてみましょうか。あの風車をやっつけたいんだけど、なんか邪魔なのが来たな。まあ、飛んで火にいる夏の虫か？飛んで火にいる夏の虫か？まあ、飛んで火にいる夏の虫か？まあ、飛んで火にいる夏の虫か？で、これ重心の上をサイトみたいにしてるんだけど、弾が少し下についてるので、それを踏まえて目標の少し上を狙った方がいいかな。とりあえずあの風車をやっつけたいんだけど、なんか邪魔なのが来たな。ま、飛んで火にいる夏の虫か？スライム程度だと余裕ですね。とはいえ装填数一発しかないので、実戦には予備弾倉が必要かな。リロードの仕組みだったり連射の仕組みだったりとかはちょっと難しそうなので、今回は手動装填にしとこうかな。この木の板は単純に持ち歩くためのマガジン代わりです。よし、じゃあこれで風車を壊せるか行ってみましょう。できればビーム砲だけを破壊したいんだけど、しっかり狙いをつけて、いざ。柱には当たりましたね。一発では倒せなかったんだけど、弾はまだあるので、次。あれ？なんかね、電池切れとる。さっきのスライムと今の柱って似
2発しか撃ってないんだけど、5個分なくなっちゃってますね。これおかしいなと思ったんだけど、コンデンサの放電の速さがあだになってるみたいです。どういうことかというと、これ試し撃ちの時の映像を見返した方が分かりやすいんだけど、1回トリガーを引いた瞬間に3つのコンデンサが空になってますね。これね、トリガーを引いた瞬間にまずこいつが空になって、その空になったやつの充電をこいつが瞬時に行って、さらにこいつが空になって、さらに次にこいつってのが、私の指がトリガーから離れるまでの一瞬で行われたんだと思うんだよね。なのでここを改良します。これはね、無駄な電力が消費されたってだけの話なので、普通に電池を使えば大丈夫でしょう。予備電源にコンデンサーを使うメリットは、リロードを早くするってのがあるんだけど、考えてみれば今回の場合、弾は手動装填なので無駄な機能ですね。ついでに若干持ちにくかったので、体に押さえつけやすいように調整して、こんなもんか。完璧とは言わないんだけど、さっきよりもかなり良さそうなので、これでもっぺん行ってみましょう。しっかり狙っていざ。さっきの一発目といい、なかなかの命中率ですね。とはいえ、さすがにビーム砲を狙うのは難しいか。さっきのも柱に当たったとはいえ、ビーム砲を狙ってはいたんだよね。この辺は実際のところ前段打ち尽くした後、ロードし直してリトライしてたりもするんだけど、10発くらい撃ってると、ビーム砲を破壊できました。この調子で残り3ついけるか。実際のところもっと狙いをつけやすい構造に調整するとか、今のままでももっと慣れれば命中率は上がるとは思うんだけど、こうなるともう遠距離から狙えないというか、戦術的に銃の出番じゃないですね。ここはおとなしく近距離武器で片付けちゃいましょう。さすがに柱の倒れ方が悪すぎたってのはあるんだけど、あの距離から柱を破壊できるのが分かったので、ひとまず十分かな。そんなこんなで久しぶりに新しい電池とモーターもゲットできました。ということでコンデンサーやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回は銃は脇役だったのであまり凝ったことはしなかったんだけど、それでもこのシンプル構造で十分な性能が出せましたね。前回のトランジスタもそうなんだけど、電気系の部品がまた増えたので、これで機械の開発の幅が広がりそうですね。で、やりたいことはいろいろあるんだけど、年末ってことって今年1年を振り返っていこうかな。ということで次
次回は2024総集編前編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日は